皆さんこんにちは。ホンダさんのスポーティーなモデルというと、タイプ R、その他にある RS シリーズというものがホンダさんの車では設定されている車種というものがあります。これはRS というのはロードセーリングの役でありますので、輸入車でいうとアウディさんとかでも RS あるんですけれども、あそこの RS とは違って、ロードセーリングという意味合いなので、めちゃくちゃなスポーティーモデルではなくって、適度にスポーティー感を楽しめるよという、そういったモデルとして RS シリーズというのは設定されています。今設定されているものを見てくると、フィットの RS、それから N1 の RS、あと先日ですね、2020年にシビックの RS の方も発表されているというところです。我が家ではフィット RS に関して言うと EHEV とガソリン両方とも所有して乗ってっていうそういった経験があります。N1 の RS に関してはちょうど私がお世話になっているディーラーさんで試乗車として出てたので、それを試乗させてもらったり、それからシビック RS は先日試乗させていただいたということで、ホンダさんの RS シリーズって健康モデルとしてあるものというのは乗った経験があるというものであります。ベゼルに関しても2025年に RS の方が設定されるんじゃないかという話が出ています。でそこで気になるのは何かっていうと、普通のモデルと RS のモデルって一体何が違うの？また RS と名前がついているモデル同士でやっぱりその車種によって違いっていうのがあるの？このあたりをちょっとお話の方をしていきたいと思います。でまず、フィット RS のところなんですけれども、これ前提として、EHEV ガソリンモデル、両方とも、オーナーとして乗っているよというところ、これが大前提としてあるので、他のちょっと N1 とかシビック RS よりもちょっと詳しくお話の方をしたいというふうに思いますが、フィットに関して言うと、フィット4の RS 以外のものとの差がめちゃくちゃあるのがこの RS です。ここまで差があるのかと思うぐらい差があります。通常のフィット4のモデル、ホームであったりとか、リクスであったり、クロスター、あの辺りってもう乗り心地がすごくいいんですよね。もう快適性が非常にいいよというところ。それからアクセル踏んでいった時のこの車の発進の仕方、EHEV に関しても、ガソリンモデルの方もそうですけれども、そんなにピーキーじゃないんですよね。結構穏やかに発進していくと。マイナーチェンジっていうところを経る中で、この EHEV に関して言うと、アクセル踏んだ時の速度の出る時のレスポンス、これも良くなっているんで、前期型のところでちょっともっさりするっていったところも改善されていて、よりスムーズに出るようになっているんですけれども、でも、スポーツモデルとかと比べた時にすごい荒々しくバーンって出るとか、そういったことはなくって、結構やっぱり快適性重視というか、快適に本当に乗れますよというところが、フィット4全般のこのコンセプトにあると。じゃあ RS どうなのというと、これ本当にフィットなのって思えるような、専用のやはりこの足回りのチューニングがもうがっつりされているので、特に EHEV のモデルはもうゴリゴリにもうチューニングされているので、結構足回りがっちりしてるんですよ。なので、同じ道走っても路面からのインフォメーション全く違うので、このフィット RS は結構硬いです。乗っていて硬いですし、特に鉱石とかも結構跳ねたりするし、乗っていても結構来るなって思う瞬間があるぐらいに、フィット RS の足回りはかっちりと固められていると。特に EHEV のモデルの方が硬いです。EHEV モデルの RS とガソリンの RS と比較すると、ガソリンの方がまだマイルド、もう EHEV の方はもう結構やり込んでるなっていうぐらいの硬さっていうのがあると。ただその分ですね、ハンドリングがすごいんですよね。フィット4全般的にハンドリング気持ちよく回るんですけれど、このフィット RS の特に EHEV の方ですね、これに関して言うと、アクセル踏んだ時のぐっとトルクの出る時も出方が結構強いトルクが出るんですよね。なので走ってる時にワインディング来る時にアクセルガッと踏んだ時にもう血を這うようにバーンと走っていくと、そしてハンドルをクッと切った時にキュン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 曲がっていく、本当にその FF 車とは思えないぐらいもうすごい軽快に車がノーズを変えてカーブをスン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 通過していくという、その切れ味鋭いそういったハンドリングになっています。このハンドリングを生み出すためにこのフィット RS の足回りあれだけかっちりかっちり固められていると思うんですね。なんですけれども、その分ですね、乗り心地とかも違います。もうフィット4の本当に別物に仕上がっているのがフィット RS っていうもののモデルであります。
N1 の RS なんですけれども、私は通常モデルの N1 に関しても試乗もしていまして、そして RS もその後試乗をしたというところなんですけれども、実際に乗ってみて、Fit4 の RS 以外のモデルとこの RS のモデルほどのものすごい違う、もう別の車っていうほどの違いまではね、さすがにちょっと感じなかったかなというのは記憶しているところです。ただもちろんノーマルの N1 よりもしっかりとね、足回りもしています。なんですけれども、ピット RS のような鋭い突き上げっていうのは、もう全然そこまでのものはなかったところではあるので、ただ加速の仕方も気持ちよく、また MT のモデルだとやっぱり回していく楽しさっていうところ、2速3速でガンガン引っ張れる。また特に N1 っていうのは軽自動車ですから、エンジンの力を余すことなく使えるっていうところで、回していって楽しいっていう、そういった回す楽しさっていうところもあったりして、結構ね N1RS に関しては非常にバランスが良くって日常的にも使えて乗り心地もちゃんと確保されながら楽しく走れるモデルっていうようなイメージで、通常 N1 にはないやはりロードセーリングな要素が入っているなっていう印象でした。であと、シビックの RS なんですけれども、私、シビックは EHEV であったりとかの方のモデル、あとガソリンモデルもそうですね、もう試乗した記憶があるんですけれども、実際にシビック RS に試乗して感じたことは、先日動画の方でも出しましたが、印象として一つあるのが、かなり乗り心地がいいということと、かなり静粛性が高いというところ、この2つがあったんですよね。走っていく中での突き上げ感っていうところも少なくって、確かに多分通常モデルよりも少し揺れたりとか入ってくる部分はあるとしても、ガンと入ってきた時の突き上げ感っていうのが丸いんですよね。特に私がスポーティモデルとしたら、今乗っているものとしては BRZ であったりとか、その前は GR86 の MT 車とか乗っていた身からしたら、あちらの方がもっとスポーツしているっていう世界で、そこと比較するとやっぱり柔らかい乗り味だなというのがシビック RS 乗っての印象でありました。音の入り込みも本当に抑えていって静粛性が高かったというところで、走って流していって楽しいっていうんですかね、スポーツ走行というよりは流して走るのが楽しいって思える、まさにロードセーリングの感覚っていうのがあったのがシビックの RS かなと思っています。で、このシビック RS に関して言うと、ハンドルもね、結構適度に重くって、切っていった時の滑らかにぐんぐん動いていく感じっていうのもすごく気持ちよかったんですね。ただ、ピット RS のような、紙添えのように切れるようなハンドリングっていう形、そこまでのね、すごい通常モデルと比べて、切れ味鋭くなりすぎてすごいみたいな、なんだこれはっていう、そこまでの差は感じない部分ではあって、その分フィットってやばかったなと、フィット4の中で RS と RS 以外のもので、あれだけ違いが出せるって何なんだろうっていうところに立ち返って驚いたっていうところなんですけれども、ただハンドルも結構適度に重くて、走っていて操作して楽しいと、MT で操作するというところでの自分で好きなギアを選んで走っていく、思い通りに操っていく楽しさっていうのもあって、シビック RS もいいモデルだなというふうに思いました。このようにRS シリーズ一つ見ても、なんかフィット RS が一番尖った RS なのかなと思って私は見ているところであります。じゃあそういった RS シリーズいろいろある中で、このベゼルの RS っていうものが出た時に、これがどこに当てはまってくれるといいのかなというところなんですけれども、多分運転する人と多分助手席に乗る人で意見がちょっと変わってくるところだと思うので、私のらは運転する視点としてベゼルの RS がどうなってくれたらいいのかというところ、これについてお話をするんですが、私はフィット RS ぐらいにやり込んでしまってもいいんじゃないかなというふうに思っています。同じ1.5リッターの EHEV のモデルであったとしても、出だしのトルクを強くするとか、いろんな配分を変えて、よりスポーティーに動くような感じにするっていうのはありかなと思いますし、専用の足回りを使って結構使って少し締め上げて硬い感じにしてくれても面白いかなと。今のベゼルも結構ワインディング走る時にも路面に吸い付く形で気持ちよく走りますし、他の SUV と比べてもロール感ほんと少なくなったんですよね。そして私 MF 車乗ってますけれども、後ろの羽とか後ろの収まりがすごくいいんですよ。全体として下に吸い付く感じでワインディングも走っていけるので、すごくね安定感が増しているんですけれども、さらにこの足回りというところを改良を加えて
このワインディングさらにこう吸い付き感を強くしたりとか、足前にカチッと固めてもらってハンドリングをより楽しめるとか、なんかそういうモデルになってくるといいんだろうな、面白そうだよなと。そしてタイヤの方もちょっと大口径なもの、ちょっとねインチ数を上げたりして、この見た目にもねかっこよく、いろいろなんか妄想が膨らんでくるところではあるんで、私としてはそういったものを入れてもらうとよりワインディングとかを楽しく走れると。でそもそものベゼルのこのデザインで見た目っていうところもクーペ型のやっぱりデザインもして、やっぱり走るぞという雰囲気すごく漂わせているモデルなので、そういったものになっても個人的にはいいのかな、面白いのかなと。フィットとフィット RS で何がいいかっていうと、通常のモデルが欲しい人は通常モデルどうぞ、本当楽しみたい走りを硬いやつ欲しいんだって人は RS をって、なんかその裾野が広がるんですよね、選択肢の。それがあると、どっちを選ぼうかなっていうことで、結構中途半端な形で出してくると、だったら普通モデルでいいじゃないとかっていう風になっちゃうところを、走りとかも楽しみたいっていう方が選べるようにフィット RS があって、やはりそこはすごい選択される方も多いっていう、そういう形で選択肢の幅が広がる中で、ロードセーリングの意味ではあるんですけれども、よりスポーティーな感じで走れるものを出してもいいのかなと思います。ただこれね、乗り心地はそれやると確実に悪化するので、その点をどう見るのかはいろんな意見はあるとは思うんですけれども、運転をするという立場でいくと、そういったモデルを出しても面白いんじゃないかなというふうに個人的には思っているところです。助手席の立場からしますと、ベゼル RS はですね、なるべく優しい乗り心地になってほしいなというふうには思っています。フィット RS ですね、助手席ですとか、後席とか乗ってるタイミングも多かったんですけれども、やっぱり運転してない分ダイレクトに乗り心地をすごく感じるところがありまして、ちょっとやっぱり突き上げの鋭さっていうのがやっぱフィット RS の場合はちょっと強めだったかなというふうに思ったんですよね。そうしますと長い時間乗ってれば乗ってるほどやっぱりその鋭い突き上げを何度も受けることになるので、もう少し柔らかいと嬉しいなっていうふうにフィット RS の乗ってる時には思っています。で一方でシビック RS 先日乗ったんですけども、この時には助手席の乗り心地としてはやっぱスポーティーなモデルなんで、段差とかを乗り上げた時にこう振動は入るんですけども、その突き上げがすごくマイルドだったんで、すごく乗ってても辛くなかったんですよね。なので RS イコールフィット RS みたいな硬さっていうふうに思っていたところが、シビック RS に乗ってこういう RS もあるんだっていうふうに乗り心地の面ではすごく感動したので、助手席としてはベゼルはどちらかといったらやっぱりシビック RS のような方向で、ちょっとこう突き上げ感もマイルドで長く乗ってても助手席の人も辛くないっていう方にしてほしいかなというふうに思います。実際やっぱりフィットとベゼルだとやっぱり乗る人数とか用途とかも多分変わっていると思います。フィットに関してはどちらかといったら少人数で乗る、もしくは一人で乗ることも多い車だと思うんですけども、ベゼルに関してはベゼルを買う方は多分やっぱり荷物も乗せたり人も乗せたりしてちょっと遠出をしたりとか、そういう用途で使う車だと思うんですけども、そうなるとやっぱりドライバーだけが楽しいんじゃなくって、やっぱ他に乗ってる方たちも長い時間一緒に乗ってでも、ちょっとその乗り心地の面で辛さを感じづらい方がベゼルは合ってると思いますので、できればシビック RS のような方向性で突き上げ感の辛さっていうのはないといいなと思います。ただ私フィット RS も運転するドライバーの方でもいますので、鋭さとかね、カーブを曲がっていく時の、個人的にはいろんなスポーツタイプの車の中でもフィットが一番すごいなって思ってる切れ味、カミソリ感っていうのがあるので、あれをやっぱドライバーで体感しちゃうと、あれもね捨てがたいんですよね。ドライバーの立場からしたらもっと足は締めてほしいって思っちゃうところはもしかしたらあるかもしれないんですけども、ベゼルという車の性質からして少し優しく仕上げてもらえたら嬉しいなというふうに思っています。ということで今回は今のホンダさんで出ている RS のシリーズについて、所有または試乗という中で乗って感じた違いと、ベゼルの RS が出るという噂がある中で、ベゼルの RS がどういった方向の RS になってほしいかというところについてお話の方をいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけたようでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もホンダベゼルに関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。